はい、こんにちは、カニコでございます。ということで、今日なんですけども、現在夜中の1時なんですけど、今から釣りに行ってきます。釣り場からのオープニングだと映像真っ暗なんでね、スタジオで撮っております。そして今日狙うターゲットがですね、ソーダガツオという名前のカツオを狙いに行きたいと思います。メジカですね。こちらの動画で1尾釣れたんですけど、今日はそれだけを狙いに行きたいなと思います。ソーダガツオのポイントを追いかけるような釣りをして大量のソーダガツオをバッサ釣りたいと思います。今日はもうめっちゃ釣りたいです。100匹ぐらい釣りたいです。なぜかというとあの魚大好きなんですよ。で今が旬の美味しい魚なのでたくさん取ってたたきを作って冷凍にしといていつでも食べれる状態にしておきたいんですよ。うずわのたたきってやつですね。それに僕よくクエ釣り行くんでクエ釣りの餌でメジカめちゃくちゃ使うんですよ。クエの大好物がメジカです。船で用意される餌はサバなんですけど、もうサバとメジカじゃ食いが全然違います。倍ぐらい違います。前はねアオリイカとか使ってたんですけど、アオリイカに匹敵するぐらい当たりがある。でもアオリイカって1杯1000円2000円するんで、しかも釣ろうと思っても数釣れない。ただ今の時期メジカはたくさん釣れるぞと、今だけなのでメジカをたくさん釣りに行きたいと思います。やっていくよ。今日のポイントが浜名湖でございます。それでは浜名湖に移動、よいしょということで、今日は皆さんにお知らせがございます。名古屋大阪で開催して大好評でした金子道具物産展、半年ぶりに帰ってきます。で今回の開催場所が東京の池袋東武百貨店池袋本店でございます。開催期間は2025年の8月の7日木曜日から8月の19日火曜日までとなっております。ちょうどお盆シーズンなのでお近くの方も遠方の方もたくさんの方に来ていただけたら嬉しいです。そして僕の来店イベントの事前予約も受付中ですので、詳細は公式サイト飛んでご確認してください。皆さん遊びに来てくださいね。一緒にギーノのやつやりましょう。気まぐれクック金子でした。浜名湖にやってきました。風波予報だったんですけど、さすが晴れ男ということで、じゃあ今日はねソーダガツオガンガン釣っていきたいと思います。で仕掛けはサビキで釣ります。だからこのサビキの針に全部にかかることもあるぐらいなんですって。相当引くでしょうね。ソーダガツオ前釣った時も1匹でもかなり走ったんで、どうなっちゃうんだろう。やっぱり初めてやる釣りっていうのは楽しみですね。ポイントの方に移動しましょう。はい、では釣り場の方に到着しましたよ。結構走りましたね。でも岸からは近い。さあこの下にソーダガツオたくさんいますので、サビキ釣りで釣っていきたいなと思います。そして今日はねちょっとクーラーボックスにすごいことやってあります。何を考えたかと言いますと、クーラーボックスの氷です。いつもこういうチップ氷持ってくんですけどすぐ溶けるんですよ。でもチップ氷はねすごく瞬間的に冷やすことできるんでいいんですけど、キンキンな真水に魚が浸かってる状態になるんで、動物漬けするとあんまね状態が良くないんですよ。家持ち帰ってさばいた時に身がボソボソするんですよね。だったらこういう袋に海水を作って、でこう縛って海水氷をたくさんこう冷凍庫で作っておいてクーラーボックスに入れて持ってくっていうのもあるんですけど、めんどくせえじゃないですか。で僕はひらめきましたと、この手があったと思った。それはクーラーボックスにこう3分の1ぐらいに海水を張って、そのままこの冷凍庫に放り込んでここに氷を作っちゃえっていうやつ。いいね。せっかくこんな大きな冷凍庫があるんだからこれが一番いいんじゃないと。多分あんまクーラーボックス的にはあんま良くないとは思うんですけど、ちょっとやってみようということでやります。まず 3% の塩水を作ります。はい、3分の1入りました。よし、はい、OK。これでカチカチにしていきます。それがこちら。はい、こんな感じに海水が凍っております。でこの中に現地で海水をジャバジャバ入れて、でそこで釣れたカツオを入れていきます。さあやっていきましょう。若干船酔いです。ありがとうございます。まずコマセカゴに網エビを入れていきます。でこれそんなパンパンに入れちゃうと水の中で網エビ出にくいので半分ぐらいでいいと思いますよ。水深何メーターですか？水深31。小さいゲップがパッ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 と出るようになったらもうそれは船酔いの合図です。船長お待たせしました。復活しましたのでそれではやるよ。この釣りはねとにかくみんなでコマセをたくさん巻いて魚を寄せること、これが大事です。でメジカに混じってアジとかそういった魚も来るみたいなんで、なんか釣れたらいいな。
今棚ずっと25メートルぐらいのところにずっと濃い反応出てます。おお、なんだなんだそれ。それなんだなんだ。あ、メジカっぽいその走り方。きたー、メジカヒット。うわ、これが本日のターゲット、ソーダガツオですね。ピッカピカで綺麗ですよね。釣れたてのメジカ。はい、この中に入れると、でここに塩水を入れていくと、薄まらない塩水氷の完成ですね。もういることはこれもう分かりましたので、もうどんどん釣っていきましょう。めちゃくちゃ綺麗。しかも食べるにも餌にもちょうどいいサイズですね。でこの魚はね、またスタジオで説明しますけど、よーく冷やして持ち帰ることが必須条件の魚なんですよ。じゃあどんどんやっていきます。ずっと帯状で25メートルのところに反応出てます。お、なんか当たりあり。なんだろう、なんかちっちゃい魚もいますね。お、あ、なんか当たった。ほら、勝った。あ、勝った。お、あ、なんか上に食い上げてくる。なんだろう。うわー、これソーダっぽい。さあなんだ。さあ僕のファーストヒット。おお、すげえいっぱいのサバでした。サバだらけ。サバもね美味しいんで、ちょっと持って帰りましょう。これはゴマかな。今はサバの群れでしたね。ソーダだとねもうちょっと引くんですよね。ああ、もうサバだ。もうサバ。ほら。もう船長から指示された棚は多分これはサバの棚ですね。でそこにでもメジカも混ざるって感じなんでしょうね。サバちゃん、メジカっぽい。メジカっぽいよ。メジカっぽい。一番上だ。みんな今一番上だ。水面にいます。あ、俺も来た。あ、俺だけサバだ。俺は水面ちゃんと狙ったけどサバだ。なんでだろう。なんで俺なんで。これ結構今日長い戦いになるで。そう簡単には帰らせてくれませんね、これは。まあ、現在の段階だとメジカが5匹ぐらい釣れました。まあ、ポロポロと釣れるって感じですね。やっぱこうね、流れてるんですかね、このメジカの群れて船長。これなんかね、とどまるものじゃないんで、釣れる時にバッと釣れるって感じで、意外とサバとかが混じるので、サバ厄介ですね、このメジカ釣りってなった場合はね。反応20、はい。 OK、 いいね。なんか 20m の反応釣れそう。なんで毎回俺だけ来たよ、この今日一の試合。おーい、でかい。うわ、すごいいいね。でもみんなあれね、いっぱい釣れても一匹一匹大事に扱おうね。それ本当に大事なことだから。よっしゃ、お、来た。でもこれなんかサバっぽい。いやでもなんかいや違う、これはソーダだ。これ上にこうわーんって上がってくる感じ。これソーダですね。ほら、あそこまで走る。ほら。うわ、すげえ。この走り方よ。ほら。すげえ。初ゲット。これは釣れますね今日は。もうみんな釣りまくってます。でもこれ結構時間差で上げていかないとお祭りだらけになっちゃうんで、ちょっと難しいですねこれ。ソーダガツオといえばこのバイブレーションというか、うお、これこのお腹側のこの銀色が綺麗ですよね。この動き、ソーダガツオならではのこの動きで、これを海水氷にOK。 みんなもとにかく釣ろう。数釣ろう。15から20メーターの場合は僕は15メーターでまずは餌を巻きつつ徐々に下に落としていく。16、17、18、19、20とちょっとずつ上げていくと。釣りってこう自分なりにね、釣り方ルールみたいなのを決めて、それで釣れるとまた面白いですよね。このね、作戦がハマったっていうこのね、気持ちよさありますよね。ソーダガツオすげえバレやすいね。口が柔らかいもんでね。よし、来たー。よーし、おい、よいしょー。うまそうな魚。おお、こういう風にツバスとかこういった魚も釣れました。ちょっと弱ってるんでこれは持ち帰りましょう。表層にああいうツバスがいっぱいいるみたいですね。なんで表層は避けましょう。今日の狙いはどこまで行ってもソーダガツオ、ここなので。でもね、なかなかいないみたいです、このソーダガツオを狙いに来るお客さんは。だいたいアジとか
そういったものを狙いに来てソウダガツオの群れに当たってしまって、皆さんうわソウダかよみたいな、そういうお魚みたいですね。美味しいのに。でもやっぱすごく走るんで、あれねサバ以上に走りますよ。はい、来たー。5メートルだからもう外れてないね。よいしょ。50% ぐらいやね。ちゃんと上げれる確率は。口が弱くて逃げちゃうんですよね。はい、というわけでメジカたくさん釣れたんで、タチウオも釣れてるってことで、今時期で美味しいので釣りに来ました。もうなんか指2本とかちっちゃいサイズじゃなくて、割とね3本4本5本大きいのだと6本サイズ釣れてるみたいなので釣っていきたいなと思いますよ。ジグでも釣れると思うんですけど、こういうケバケバの針に鈴木つけてあります。はい、ボトムまで落ちたらゆっくり上げる。ここら辺ゴールデンポイント。はい、スタッフにおおトラフグだ。そうか、餌だからこういうのもかかるんですね。おおこれはいいサイズ。夏のトラフグ1キロないぐらいですね。いいですね。さあ今日一、もう残りもあとわずかというところで、おおいいね。よし、じゃあもう時間なんで帰りましょう。はい、で陸に上がってきました。こんだけ釣れました。じゃーん、いいですね。ツヤツヤで冷やし込みがいいので、もうピンピンです。最高。アジなんかちょっと半氷みたいな、ちょっと凍りかけでもね、メジカは不思議とね凍ってないんですよね。魚によってねこの冷え方違うんですね。勉強になるわ。よし、じゃあ今からスタジオ帰って渦輪作っていきましょう。ただいまということで帰ってまいりました。いや、たくさん釣れましたね。まあでも当初の予定のね、もう100匹200匹たくさん釣ってクエ釣りの餌にもしたいねっていうのは叶いませんでした。今日はね割と渋い日だったらしくて、でもねその渋い日の中でも釣れました。もうスタジオ持ち帰ってもこんな綺麗なピカピカのソウダガツオですよ。いやー、なんかやっぱ今日行った船長さんすごくいい人だったな。やっぱ釣り船ってどんだけ釣らすかもまあ大事かもしれないんですけど、僕は人柄は一番大事にします。釣らせてくれる人よりそこそこ釣らせてくれる優しい船長さんがいい。たまにすごい怖い人おるもん、釣りこれ嫌いになっちゃうよっていう人いたりするんでね。今日の方優しかったな。極量丸さん、またご利用させてください。さて、そしたらもう今日はねこれを使って僕の大好きなお料理渦輪、そしてちょっと炙りでも食べてみましょうか。炙って食べたことないので渦輪と炙り作っていきたいと思います。でタチウオもねこれいいの釣れました。僕だけ釣れなかった。みんな同じことしてるのに僕だけ釣れなかった。でもねこういう時あるんですよ、船釣りあるあるで。特にジギングとかねこの状況よく起こるな。同じルアーで同じことしてるのになんか釣れないっていう。でかかってもバラすっていうね。で今日ぐらいほどほどにポンポンポンって釣れる釣りの方がやっぱね楽しいな。適度にやっぱ釣れない釣りぐらいの方がおもろいんですよね。さあではサクッとさばいていきましょうか。でこういう足の速い魚をさばくときはまずさばく前に一回目をつぶってこれからの流れを頭の中でシミュレーションするんですよ。まな板に乗せて頭取ってお腹出して3枚に下ろす。でその3枚に下ろした時にバットが必要だよなってなるじゃないですか。そしたらこのバットを用意しとく。でバットだけじゃなくてちょっとペーパーも欲しいなと思ったらこのペーパーを先にかましておく。で3枚おろしにできたら次は皮引くような皮引く用のまな板が欲しい。でその皮引いた身を乗せるバットがもう1枚欲しいからここに置いとこうとかね、頭の中である程度柵取りの状態までイメージします。そうすると仕事がめっちゃスムーズです。3枚おろした1回おろしてバット用意とかだとねすごい遅くなっちゃうんで、足の速い魚はそれでどんどん鮮度落ちちゃいますんでねという感じでやっていきましょう。気まぐれゴールド、このぐらいのメジカはもうゴールドが一番。よし、じゃあ普通にさばいていきます。まずは頭を落とす。丸ソーダなんですけど、そこまで脂がある魚ではないです。冬場になると脂が乗ったりするのかな。うわすごい白子がブリンとしてますね。すげえ、これどうなんだろう。白子で胃袋にはもうパンパンにオキアミが詰まってます。僕らの巻いたオキアミですよ。だから1尾がこんなにたくさん食べてるってことはあそこ群れがブワーっともう大群でいたって感じじゃないんですね。数十匹ぐらいの群れがバーって食べてたって感じなんだろうな。頭を落とす。でこういうねカツオとかは極力水を使いすぎない、でも使わなすぎないのもダメなんですよね。用途用途でしっかりと水を使うこと。一番最悪なのはこれ水流しっぱなしでこうやってずーっと当て続けてさばくやつね。もう特に夏場なんて水ぬるいんでもう最悪です。用途用途で水をしっかり使う。そうすると
鮮度も落ちないし、仕事も綺麗だし、水道代も節約できると。当たり前のようなことなんですけど、意外とできない人が多いんですよ、これ。さあ、そしたら3枚におろしていきます。まずは下に1本、そして背中側にも1本。できれば立ち数は少なく。さあ、どうでしょう。おお、鮮度抜群ですね。真っ赤っかな身、もっちもちでものすごい美味しそう。でやっぱソーダガツオカツオなんで、ここのヒレのところ、ここ鱗、硬い鱗ついてるんで、気になる方はこう取ってこうやって包丁入れた方が包丁が入りやすいですね。でカツオはこう立ててこうやってよってやってあげると骨と身を剥がしやすい。特に下身はね。なんで一番丁寧なさばき方は、まずこの硬い鱗を少しこう取っちゃいます。はい、そうしたら下に1本で上に1本入れて、でこの状態で残しておいて、でもう一回こっち側も下に1本で上に1本入れます。でこの状態になったら尻尾に入れて、あ、ミスった、1、2で骨を外すと。ちょっとミスっちゃいました。まあ、こんな感じですね。これが慣れると一番早いし丁寧なんだろうなと思います。で僕あんま慣れてないんでちょっと失敗しちゃいましたけど、メジカって僕の方の地域で釣れないんですよ。まあ、めっちゃ沖に出れば釣れるんだろうけど、防波堤とかで回ってきたと見たことないんで、しかもこの魚ってもう鮮度落ちが激しいから一般流通しないんですよね。そう、伊東の方の市場とか行くとたまにいますけど、まあでも本当に地産地消されてるようなそんなお魚ですね。でこの魚血合いがすごく多いんです。なんで古くなっちゃうとその血合いにねヒスタミンが多く分泌しちゃってヒスタミン中毒起こしやすいと言われてますけどね。でもね僕の周りでメジカ当たったことある人いないんだよな。今日船長さんにも聞いたけど、まあ、よっぽどねその冷やし込みが甘かったりだとかせん限り大丈夫ですよって言ってました。はい、3枚におろせました。そしたら皮引いていきます。皮引きは2パターンあって、まずは真ん中に1本入れてそのまま包丁をスライドして皮を剥いでいく、このやり方で反転させてこっち側も剥いでいくと、こういう形で、はい、で血合い骨はここに残りますと。で、まあ、もっと早いやり方はもう普通に皮引いちゃう。これでいいと思います。メジカは皮薄いんでね、切れすぎる包丁だと皮引きが難しいです。でも油あるんでスルッといきますね。ただ前三重で釣ったソーダガツオの方が油はありましたね。これは叩きでいこう。叩きは皮付きでいきたいので骨だけ外しておきます。はい、次はタチウオですね。綺麗なタチウオ、これ指4本、いや5本だな。指5本サイズ。まあぼちぼち油ありますね。タチウオは大きければ大きいほどうまい魚ですからね。もう値段もね、もうびっくりするぐらいの値段になりますけどね、大きいと。でもタチウオ難しかったな。僕の中のイメージってタチウオってガンガン釣れるような魚だったんですけど、なかなか厳しかった。でタチウオこのままだとさばきにくいんで3等分押してあげるとさばきやすいですね。今日は真ん中の一番美味しいとこ、ここ使っていきましょうか。タチウオの3枚おろしはねとっても難しい。はい、これ真ん中の背骨まで入りましたら反対させて1本ガイドライン、ここで1回ガイドライン入れてから入れると切り口がシャープになりますね。焦らずゆっくりと。はい、反対側も一緒ですね。1本ガイドライン入れてそこから身を剥がしていくと。まずは縦に1本シャーッと入れて切れ口をしっかりする。でその切り口に包丁をめり込まして背骨まで包丁を当てていくと。そうすると誰でも簡単にタチウオはさばけます。パカッと。ではまずうずわを作っていきましょう。そしたらまずこう血合いですね。この魚は血合いがすげえ入ってるんですよ。ちょっと断面をお見せしますね。見ますかね。ここ全部血合いなんですよね。でもこの血合いが生臭いっていう人もいれば、この血合いこそがこのメジカの最大のうまみ。確かに血合いにうまみがたくさん入ってますんで、完璧に血合いを取るというよりかは、僕はこの血合いをどれぐらい残すかでうずわの味が決まってくるんじゃないかなと思っております。もう僕はね生臭い系とか血の味とか大好きなんですよ。
なのでこんだけ鮮度が良かったらもう全部残しで叩いてもいいぐらいなんですが、最初やる方はちょっと取った方がいいかもしれないです。このぐらい少し削って作ってみたらより美味しい。で最後に青唐辛子でいただきますんで、そんな血生臭さは気にならないんですよ。この青唐辛子とソーダガツオの組み合わせが神がかってるんですよ。そう最初食べた時マジ衝撃受けたっすもん。何このうまい食べ物って。でお茶漬けにするとまたうまいですよね。この前ね漁港ではお湯がなかったんでできませんでしたけど、今日はやりますよ。この器のお茶漬けめちゃくちゃうまいです。でこれまず叩いていきます。うわやっぱ鮮度いいからもっちもちだ。で残りのソーダガツオは今みんながね向こうのスペースでさばいてくれて同じことしてくれてます。叩いてもらって使い捨て容器に作って真空パックしてマイナス60度冷凍に入れておきます。そうすると好きな時に器のたたきが食べれるよねって、そうするといいよねって船の中で移動中みんなで話し合って、そういうプランが決まりました。釣りって最高の趣味っすね。やっぱりもう最近釣りの動画ばっかり上げちゃってらもう楽しすぎてさ。でこれ叩く時もフードプロセッサーとかでもう完璧にペーストにしちゃうとこれ美味しくないんですよ。必ず包丁で叩いてください。包丁で粗みじん、このぐらいのねぶつ切り感でもうまいと思いますよ。このゴロッとしてる感じがね、ちょこっとこう粘りが出るぐらいまで叩きます。このぐらい。そしたらお皿に盛り付けていきます。そしたらこれを平らに広げます。平らに広げてちょっとここ間開けましょう。はい、では次炙りですね。タチウオには切れ目を入れます。飾り包丁の役割にもなるし、この切れ目入れると炙った時に丸まりにくくなります。でこうしたらあと塩振ります。で切ってから炙ってもいいし炙ってから切ってもどっちでもいいと思います。あんまり脂のある皮の薄い、例えばノドグロとかそういう魚はね切ってから炙った方が楽かもしれませんね。炙ってから切ると皮がねずるっとむけちゃうんですよ。脂の乗ったカツオのたたきとかも。ただこのタチウオはまあ大丈夫そう。普通に炙っても。はい、炙れましたら一度これを冷やします。この一回冷やす作業、これが大事。たたきも一度冷やしておきます。はい、そしたら冷やしている間にこれは欠かせない青唐辛子。皆さん青唐辛子は好きですか？このね青唐辛子が本当に美味しい。もうちょっと青唐辛子についての動画を上げたいぐらい。本当にこいつはね魚と合う。でこの暑い時期このピリ辛がもう最高。この青臭さがねまたいいんですよね。でこれたくさん買ってもこうやってみじん切りにして冷凍しとけばいくらでも使えるんですよ。で醤油につければ青唐醤油ができますしね。これはね本当に美味しい。僕うますぎて畑に植えましたもん。買うとめちゃくちゃ高いんですよこれ。業務用の1袋で4800円とかしますから。密かに青唐ブームが今来てるみたいで取り合いみたいですね、青唐辛子が。だからなんか農業始めようかなって思ってる方は青唐辛子結構穴場じゃないかなと思いますね。冷やし込めましたら大葉、そしてここにメジカのたたきですね。こういう感じで盛り付けていきます。なんと贅沢な。でタチウオも切っていきます。で青唐辛子をかけて、はい、これで釣れたてのソーダガツオのうずわと釣れたてタチウオの炙りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ食べていこう。出来上がりました。こちらさっき釣れたやつで作ったうずわ、うまそう。早く食べたい。まずはこちらにお醤油をたっぷりもうかけちゃいます。かけるスタイルで。今日暑かったんでね体が塩分欲しておりますよ。ここの青唐いっぱいのところをまずはシンプルにこのままいただきます。半端じゃねえなこの料理は。中毒性がやべえ。うまみがすごい。新鮮だから生臭さも一切ございません。でこの青唐辛子の爽やかな辛みと風味、これがよく合うんだよな。うまい。
そしたらこのご飯の上にまずこれ乗せて、まず白米とうずわでこれで楽しみ。いただきます。うまっ。でギオのやつ、もうすいません、フライングでもう飲みたくて今日はロング缶でいかせていただきます。僕ロング出すっていうのはよっぽどですよ。じゃあこちら7回いただきます。あーうめえ、最高ですね。で次にこうやってご飯の上に乗せてお出汁をかける。さーっとお出汁はもちろん出汁の地図です。使い勝手がいいね。でこれをいただきます。うますぎる。ちょっとこれ海苔もこうやって入れちゃう。でネギも散らして、うめえ。で僕の好きな食べ方があって、海苔ありますよね、ここにうずわを乗せてこれを巻いて食べる。いただきます。うまい、泣けてくるぐらいうまい。全然もう一皿ペロリだもんな。味狙いの下道でこれ釣れるとがっかりするっていう人多いって言ってましたけど、味もうまいけど、このメジカは今の時期しか本当に食べられない狙うべきターゲットだと思いますけどね。これものすごくうまい魚ですよ。なんで皆さんこれ嫌うの？だから本当に意味がわからない。うますぎるこの魚。では叩きいきます。叩きもうまい。うまいけど、なるほど。ちょっと癖があるんだな、やっぱ。だからこの青唐辛子と細かく叩いてあげるっていうのはこの魚の一番うまい食べ方だ。叩きの刺身は正直本ガツオの方がうまい。十分うまいんですよ。断然こっちだわ。次タチウオの炙り。あ、うめえ。タチウオ刺身にするにはちょうどいい脂ののり、美味しい。正直朝の段階で波があって船酔いして死にそうで、ああやだなと思ったけど、釣りに行ってよかった。それじゃあゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はメジカをたくさん釣って、僕の大好きな料理うずわ作って食べてみましたけども、あれうめえ料理、本当にうめえ。ただね、このうずわやっぱり青唐辛子がありきですね。あれがないとちょっとやっぱ臭い、ちょっと匂うけど、青唐辛子と青唐醤油で食べると、あら不思議、メジカのうまみと青唐辛子の爽やかな辛みが相まってとんでもなく美味しい料理になる。毎日食べたいぐらい本当に好き。いやー、しかも釣って楽しかったな。やっぱあの魚すげえ引くんですよね。ブルーンってこんな走るんですよ。サバ以上に走りますよあれ。でもあれね、今日船で行きましたけど、堤防からこの時期狙えるところもあるみたいです。でもショート動画とかでよく流れてくるんで見たことあるんですけど、丸そうだね。いいな釣れるところ。あれジグとかにも食ってくるのかな。で今日の超過で少ないんですって。もっと釣れるみたい。ちょっと今回ね、クエ釣り用の餌までは確保できなかったので、また人数引き連れて行きたいなと思います。釣りは楽しいね。夏はやっぱ釣りよ、釣り。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。